本日から宇宙人の話になります。皆さんこんにちは。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントの琴音です。よろしくお願いいたします。はい皆様毎回見ていただいてありがとうございます。よろしければですね、チャンネル登録お願いいたします。はい広告終わりはい、それではですね、今日から宇宙人の話をしていこうかと思います。はい、でこれですね、映画とかね、ドラマとか、いっぱいあるじゃないですか、宇宙人が出てくるやつね。懐かしいところで言うと、ドラマでやってたアメリカのドラマだけど V ね、懐かしいですね、もうガン見してましたけどね当時。そういったものとか、あと最近もね、いろんな形で宇宙人ものとか、宇宙人が侵略してくるものとか、あと ET とかね、友達みたいなところの映画もあったりします。でそれで実際にいろんなね、ネットとか見てると、報告ってあるじゃないですか、ね、アメリカの方だとどこの州のどこで目撃しましたよっていうマップとかもやっぱあるんですよね。日々更新していってるような、でそういうのもあるんですけど、国内ででもですね、UFO 見たよっていうの、声結構聞いたりします。ただ日本にいるとですね、UFO 見たって言ったらなんか変な人扱いですね。航空機会社のパイロットがそういったものを目撃しても報告しないと、それとか日本の自衛隊ですね、航空自衛隊、でそういったものを報告しちゃいけないとか、そういったものがあるみたいで、日本はやっぱりその辺遅れてるんだなって。先日もアメリカの方ね、空軍か海軍だったか、こういった報告をちゃんとするようにということでね、話が出てたみたいですし、イギリスは一旦中止してた、UFO 情報収集というのをまた始めてるみたいですし、いろんなね、先進国の方ではそういうふうにやってます。あんまり情報流れてきませんけど、ロシアとかもすごいですよね。でしょうね、きっとね。メッカ国土が広いっていうのもあってね、いろんな目撃情報があって、それ収集してるみたいです。でそういったメジャーな情報とかね、いうのはさておいて、UFO とか宇宙人と出会うと、ファーストカインド、セカンドカインド、サードカインド、フォースカインドってね、今回ですね、話に上げていく内容っていうのは、最後に言ったフォースカインド、一挙飛びですか？一挙飛びです。間がですね、あんまりないんですよ。UFO 見たことあるけど、UFO 見たって言っちゃいけないかな。UFO らしきものを目撃したことはございます。なるほど。それでですね、それより面白い話の方がいいなと。飛んでました、あそこ飛んでましたというより、実際にこうね、アブダクションされてこういう目に遭いましたっていう話が面白いでしょ、実際。僕、アブダクションされました。それ、なんか、アメリカから調査員が来そうな話ですよ。そうですね。相手はね、カマキリ型の人だったですね。またそういう話を、ちょっと突っ込んだ話をしていきたいと思います。でもほら、一般的にこうね、皆さん、こういったアブダクションを受けた皆さんで、最初のこと全然わかんないって言うんですよね。映画のフォースカインドっていうのもあったけど、フクロウが私の方を見てたと。で何とも形容しがたい姿であるとかね、みんなが、アラスカの人だったけど言ってるんですよね。で教授の人が、教授の人自体もアブダクションされちゃってみたいなね、でそういった映画だったんですけど、実際に縛り付けられますよ。どこに？台の上、実験台みたいな。なんかこうシュチュチュ台みたいな。シュチュチュ台みたいなね、金属製のね、冷たいよ。冷たいよ、背中が。
すっぽんぽんですか？いや、その時まだ服着せられてた。ただ手足固定されてた。動かなかったから目が覚めた時。よく映画とかで、囚人さんとかが、鉄の輪っかみたいなのでカシャンカシャンとかされてる時あるじゃないですか、あんな感じですか？もうちょっとまあ絵描いてねやった方がいいかなと思うけど、こんなまあ感じですよ。まあ、人間さん用の病院にある手術台と若干違いますけどね。一枚板の上に手と足を固定するジグがついててっていうか外れるみたいなんですよね。そこを置くとね、ポチってでそれはいいんだけど、その途中で目が覚めたっていう意識が戻ってしまったっていう。だけどよく皆さん記憶にはないかもしれない、消されてて、だけどその太鼓をねサインかなんかねかけられて思い出す時っていうのは皆さん目覚めてる状態っぽいじゃないですか。太鼓催眠、僕も催眠術のものだと分かるんだけど、こうまあ催眠状態の浅い催眠状態にして時間経過を逆行させていってから物事を見てもらうんですよね。でそれに確証性があるのかどうかっていうのは別問題として、やはりアブダクションをされた人の中で、これ知人の話なんですけど、太鼓催眠まで受けてます。だからやっぱり動けないなんか変な顔の人がとかやっぱり言うんですよね。中にいるのが一般的に言われてる、ここに出しますけどグレイとか言うんですよね。グレイですよね。グレイとかいう人もいるし、レプタリアントカゲ型のねそれとか僕の時はカマキリでしたよね。緑ですか？緑お目目ついてる。でこう釜のところにジグがついててこう挟めるようにこう改造してある。だから緑の新種グレーというわけではなかったんですね。違いますね。もう完全無地ですよね。三角形で目があってこう触覚がこうあってみたいなね。カマキリじゃないですか。カマキリだよ。だからカマキリって言ったじゃん。いや宇宙人ならなんかこうちょっと違ってもいいかなと。いや僕が見たのはそれ見たことあるのはグレーとレポを遠くから見たことある。でそれとそのカマキリさん、あとバッタに似てるのもいた。バッタで昆虫系で技術持ってる人たちとかやっぱいるみたいで、なんかもうちょっとこう新成人とかいうような綺麗なお姉ちゃんとかいないんですか？いる見たことある。見たことあるっていうか、これねちょっとこれ後からまた話すけど、三次元的な肉体で来てる。でカマキリとかは三次元的に見た。だけどなんかその縛り付けるような宇宙人ですから、なんとなく凶暴そうなジャンルの人たちですよね。そうですね。どっちかっていうとね。友好的じゃない。でこれもう最後というかまた話の流れでちょっとちゃんとどういうふうになってこうなったっていうのを話すけど、その時の心情を語らせてもらっていい？ブチ切れた。キスカさんの話聞いてるとほとんどこうブチ切れ状態の方ですよね。ブチ切れた、もう完全に。何に対して？こう拘束されてることでムカついてます。大体最初目を覚まして、部屋じゃないとか、見慣れた風景、屋根が見えない、天井が見えないとか、なって普通パニックになりませんか？パニックになるっていうより時間になっちゃった。ちょっといきりまくってて時間になっちゃいましたね。このいきりまくった後の話はですね、次回話していきたいと思います。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントは琴音でした。なんか嫌な顔されてる。疲れちゃったかい。はい、それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。